京都府木津川市にある山城ぬくもりの里。デイサービスや特別養護老人ホームが設置された福祉施設です。楽しかったですか？職員の細井恵美子さん、91歳。利用者の平均年齢87歳よりも年上です。この施設で週3回勤務しています。お金ではないものがあると思うんです。で、働くことによってみんなの笑顔が見られたりね、喜び方っていうのは人それぞれかもわからんけども、私自身はそんな風に生きていきたいし、最後まで生き抜きたい。91歳、今なお働き続ける細井さんの生き方を見つめます。おはようございます。よろしくお願いします。細井さんの自宅から職場までは電車でおよそ1時間。勤務の日は朝6時に起床します。朝食の定番は和食です。食べないとね、やっぱしどっちか言ったら朝は干物。この頃そんなに手間かけんでもすぐに焼けるでしょう。一人息子が引っ越ししてからは気ままな一人暮らし。ご飯に汁物、おかずに果物。一人分の朝食を手際よく準備していきます。いただきます。いつも朝起きたら最初に何をするんですか？体伸ばしてみて、で、寝巻きのまま新聞取りに行って、ちょっとお化粧してお化粧ほどのお化粧でもないけど、今日は仕事行きたくないなって思う日ってありますか？ない。仕事の日はそんな思わない。毎朝家をきちんと片付けてから出発。91歳という年齢。元気に出勤して何事もなく帰宅するという日々が当たり前ではないと感じています。途中でどこで倒れるか分からへんからきちっとしていかな。朝は気使います。駅までは徒歩15分ほど。2年前に足を骨折してからはタクシーで移動しています。職場の最寄り駅は階段しかないため、一つ前の駅で降ります。お疲れでないですか？もう大丈夫ですか？もうこの間からね。そこからは同僚の車で、こうしたサポートも受けながら片道1時間かけて出勤しています。午前10時、仕事開始です。おはようございます。おはようございます。どうですか？いいお天気ですね。認知症対応のデイサービス。一言に認知症といっても進行段階や症状は人それぞれです。お座ちの名前こう書くの？そうそう。ここに。なんていうの？平野。私。平野貴子。ほんまやな。1年前から通う平野さん。耳が遠くなっていて会話が減ることで認知症が進行するリスクがあります。細井さんが担う役割はこうした利用者に時間をかけて寄り添うこと。この日は計算問題のトレーニングに付き添います。足し算。足し算。足し算。4×6=24。4足す6。4足す6。連卓。い
4たす6は10。足しじゃん。まあ他の人は職員は忙しいからスケジュールがある。私は特にこれというものがないから、まあできるだけね今の機能を落とさないようにしてあげたいなと思ってるんです。維持することの方がしんどいけども、それがやっぱし我々のやりがいやし目標でもあるし。終戦から3年、17歳で看護師として働き始めた細井さん。そこでシベリア抑留中に凍傷で両腕を失った男性患者の身の回りの世話を担当しました。退院が決まり準備を手伝っている時、ある一枚の写真を目にします。軍服姿で立派な家族に囲まれて、この人帰ってどうするんやろと、私が今までしてたこと誰がするんやろか、皆さんの前へ帰ってどんな気持ちになるんだろうっていうふうなことを考えたらね、もうその晩は悲しくって泣いてましたわ。怪我や病気でいつもが失われた時、その後の人生はどうなるのか。医療がそこまでカバーできていなかった時代です。いくつかの病院での勤務を経て37歳の時、京都南病院の総府長に就任。そこから退院後の人生をサポートするため訪問看護をスタートし、山城ぬくもりの里の開設にも携わりました。今日は何ごちそうですか？はい。鳥のつくねやって。いや、そういうはた。はい。はい。お昼時、介助が必要な入居者の食事を手伝います。たとえ一方通行の時があっても、細井さんは会話をします。今日何日ですか？相手の反応でいろいろなことがわかるからです。恵子さん、お茶飲みましょうか。いらん。いらん。はい、わかりました。つい先ほどまでにこやかに会話をしていた人が突然機嫌が悪くなる。これも認知症の症状の一つです。自分が分からなくなった時にはバーッともう混乱するんだと思うんですね。まあ想像やけども、そんなこと考えながら接してます。まあ一歩でもね、元の状態に近づいてもらえると、この瞬間だけでも元のらしさ、その人らしさに戻ってほしいなと思うんですね。だから怒らはる人は怒らはってもいいし、それがその人のその人らしさだと思うし。看護から介護、ケアの現場に立ち続けて70年。細井さんの存在は利用者の家族や同僚にとっても特別です。安心の材料です。もう安心して先生がいらっしゃるから安心して預けられるっていう存在です。ゆっくり関わってくださるので、ご利用者さんも落ち着いてくれはるかなっていう。私たちどうしても介護しないといけないとか、こっちにあっちにっていううろうろしてしまうので。午後5時半、一日の仕事が終わりました。帰りも同じく1時間の道のり。夜7時に帰宅。どんなに疲れていても夕飯も自炊します。1日働いたら翌日は休み。寝るまでの時間はパソコンを使って書き物、勉強の時間に。91歳、大きな病気や怪我を経ても働き続けた70年。働くのをやめるという日は来るのでしょうか。ああ、それは来るでしょうね、やっぱり。もう限界かもわからんですもうすぐ生涯その人らしく生き抜くっていうことを
患者さんにもそう求めるし、私自身も同じように生涯人間らしく自分らしく生き抜きたいなと。